こんにちは、もずくです。今回の動画は次回上がる予定のコペマートと夢見公開動画に向けて島民たちのお部屋をリフォームしていきます。今回は10匹いるうちのベン、ビネガー、チョモランの3匹のお家を順番に作っていきます。それではどうぞ。1軒目はベンのお家からリフォームしていきます。ベンのお家があるエリアの隣はマルシェになっていて、ベンはその辺りのエリアの管理をしてくれているという設定になっています。で、さらに私のお家は建築関係の職場になっているので、そこもベンが手伝ってくれているという設定になっています。なので、ベンのお家は仕事場っぽくしていこうかなと思います。では、お部屋を作る前にベンに似合う服をプレゼントしたいと思います。それでは内装に取り掛かっていきます。まずはこの外観とギャップがありすぎるお部屋を片付けます。次は壁床を決めていくんですけど、外観と内装は同じような雰囲気にしたいので、ブラウンと黒を使ってレイアウトしていきたいなと思います。で、外観を見てもらってわかる通り、エリアの作り方も相まってか、築年数が経っていそうな外観になっているので、内装も古さを残しつつ、リノベーションされているお部屋にしていきます。エントランスとライト、環境音の設定はこのようになっています。では次は間取りを決めていくんですけど、仕事をする場所以外作るものがないです。それでも柱や仕切りを使って立体感を出したいので、とりあえずアクセントウォール側に仕切り壁を1枚、柱とカウンターを使ってお部屋を分けます。では後ろの左側から作っていきます。まずは仕事場っぽくするために、壁沿いにファイルキャビネットとロッカー、柱の横に事務机と椅子を置きます。さらにテーブルの上にパソコンを置いて、その横にはリメイクした雑誌の束を置いておきます。で、ベンの性格はぼんやり系ということもあって、仕事がのんびりそうなイメージがあるので、ロッカーの上にもつま型資料を置いて、仕事に追われてそうな感じにしておきます。キャビネットの上にはシンプルなウォールシェルフ、天井には蛍光灯を配置しておきます。で、左の壁なんですけど、ちょうどいい凹凸があるので、柱を1本追加して、壁に明かりを消したネオン管を配置して、屋根裏に続くはしごを作っておきます。これでメインの作業場所が完成しました。次はその横を作っていきます。まず、仕切り壁には壁掛け家具を飾れないので、ここにはお決まりのエアコンを飛び出させて、カーテンのパーテーションを置いて、大きな窓があるように見立てます。で、ベンのお家は西部の街並みを使って横長のお家にしているので、壁に自宅につながるドアの前デザインを配置しておきます。さらに天井にシェードランプを配置して空間を埋めます。次はお部屋の手前側を作っていきます。もう一つ作業をする場所があってもいいかなと思ったので、カウンターの前に工作台を並べます。で、椅子はベンチ型が良かったのでアウトドアベンチを置いたんですけど、テーブルにも見える気がするので、クッションを置いてテーブルと区別がつくようにしておきます。テーブルの上にはタブレット、広げた資料、バンカーズランプを置いてサブ的な作業場所を作ります。さらにカウンターの上にベンがやってしまったであろう絡まったコード、その横にはのんびりすぎるベンをせかすためのケケビリーがかかったラジカセを置いておきます。壁には仕事部屋っぽく壁掛け電話、ウォールクロックを配置して、これで作業場所は完成しました。次は左側を作っていきます。ここはお客さんが来た時とベンが休憩するように、ちょっと前から自分の中でブームが来ているボックスソファーと、他の場所と違いを出すためにラグを敷いておきます。壁沿いにはおそらく仕事が進まない原因そうなテレビと、横にはまだ手をつけていない資料、
床には仕事が嫌になって散らかした散らばった紙を置いておきます。次は壁を飾っていきます。壁沿いにあまり家具を置いていない分、壁はその余白を埋めるように家具を配置していきます。で、お部屋の手前側に背の高い家具がない分、天井は大きめのランプを配置して空間を埋めます。次は入り口側の壁を飾ります。左側はカレンダーに見立てた学習ポスター、右側はお家周りの施設を管理するためのキーハンガーを配置して、これでお部屋は完成です。作業場に客間、屋根裏や自宅につながる空間など 6×6 のお部屋を隅々まで活かすことができ、ただただ動物の具に合わせるだけではなく、お部屋を全然か。2軒目は農業が盛んなエリアにあるビネガーのお家を自分たちが育てた野菜を使ったスープが食べられるスープ屋さんにリフォームしていきます。まずはビネガーに似合うお洋服をプレゼントします。それでは内装に取り掛かっていきます。まずは元のお部屋を片付けます。お部屋の色味はビネガーの体の色に合わせたいので、耳の内側の色の水色とビネガー色の木の床を使ってお部屋を作っていきます。で、エントランスとライト、環境音はこのように設定しています。それでは間取りから決めていきます。スープ屋さんなので厨房とホール、レジスペースに分けていきます。で、ビネガー色の木の一色だけだとメリハリがないのでライトウッドも取り入れていきます。間取りが決まったのでレジスペースから作っていきます。まず正面から見た時にレジスペースにビネガー色がないのでカントリーなクローゼットを並べて色のバランスを取ります。受付カウンターの上にはレジとクリップボード、クローゼットの上にはディスプレイボトル、お部屋の雰囲気とビネガーの性格に合ったお散歩が流れているラブグラジカセを置いておきます。さらに壁にはシンプルなウォールシェルフ、休憩室兼自宅につながるドアの前デザインを配置しておきます。で、このままだとビネガーがレジに立った時に高さが合わないのでカウンターチェアを置いて調整します。で、今ビネガーを正面から見てもらってわかる通り、耳の内側の色が思ったよりも派手な色になっております。せっかくなのでもっとビネガーがこのお部屋に合うようにハサミからもらえるパターンを使って耳の内側の色も取り入れていきます。さらにレジ前にメニュー表を置いて、これでレジスペースは完成です。次は厨房を作っていきます。仕切りカウンターはキッチンに見立てているので、その上にスープが入った鍋を並べて、カッティングボードの付近で耳の内側の色を取り入れます。で、このままだとまだキッチンに見えないので、鍋の上にレンジフードを配置しておきます。さらに壁にはネオン管のライトを消して調理器具を引っ掛ける場所を作って、カッティングボードの上にはマグネットナイフラックを配置します。で、スープ屋さんなんですけど、追加料金でパンが食べられるようにしたいので、木製のパーテーションの上に自分たちで作ったオーガニックパンと耳の内側の色が入ったちぎりパンを置いておきます。左の壁にはスイッチ、床には材料が入ったつまげた袋を置いて、さらにメリハリをつけるためにエントランスの色と合わせた茶色いラグを厨房とレジスペースに敷いておきます。で、厨房には向いていない素材のラグなんですけど、ここは色のバランス重視で配置しておきました。これで厨房とレジスペースは完成です。次はホールを作っていきます。ホールにもビネガーの耳の内側の色を取り入れたいので、サイズ違いのラウンドテーブルを使って取り入れます。で、椅子はクローゼットに合わせてカントリーな椅子にしておきます。このままだとスープ屋さん感がまだないので、スープ料理をテーブルの上に置くんですけど、お部屋の色味に合わせたいので、キノコのスープと
グラムチャウダーを置いておきます。で、L サイズのラウンドテーブルの上がまだ空いているので、水差しと食器を置いてスペースを埋めます。さらに手前側に背の高い家具がない分、天井に大きめのランプを配置して、次は壁を飾っていきます。まず厨房とレジスペースにシルバーの色を取り入れているので、色のバランスを取るためにシルバーのウォールクロックと営業日が記載されているカレンダーに見立てた学習ポスターを配置しておきます。で、もう少し可愛らしさと立体感が欲しいので、左右の壁にフラワーシェードのスコンスを配置して、右側のスコンスの下にはメニュー表とセントラルヒーティングを配置しておきます。最後に入り口の上に木の枝のリースを配置して、これでこのお部屋は完成です。家の外で育てている野菜を使ってあげ、追加料金が食べられるパンもオーガニックパンにしてあげと、コンセプトを明確にすることでストーリー性のあるお部屋にでき、最後は町エリアの外れに住むチョモランのお家をリフォームしていきます。コペマート島は石造りの島なんですけど、チョモランはその石を作っている職人ということで、お家は石工さんのお家にリフォームしていきます。まずはチョモランとお部屋の設定に合うお洋服をプレゼントします。それでは内装に取り掛かっていきます。まずはこの質素なお部屋を片付けます。内装は工場とアトリエの間くらいにしたいので、工場っぽくなるトタンの壁とコンクリートの床の組み合わせにアトリエっぽさがあるグレーのシェルフの壁を使っていきます。エントランスとライト、環境音はうるさくしたいので工事にしておきました。次は間取りを決めていきます。まず一面全部がシェルフの壁だとアトリエ感が強いので、一部をトタンの壁に変えます。で、シェルフの壁の前の空間を作業をする場所にしたいので、大理石の仕切りカウンターを並べて、手前にも柱とカウンターテーブルを使って作業場所を作ります。仕切りカウンターは直接作業をする場所というよりかは、材料などを置いておく場所にしたいので、手前に工作台を置いて作業をする場所を作っておきます。次はラグを敷いてもう少しお部屋を分けます。お部屋に石要素があまりないので、少しでも感じられるように入り口にグレーのレンガのラグを敷いて、作業スペースには硬いものを落としても強そうなグレーのフロアタイルを敷いておきます。これで間取りは決まったので、まずは作業スペースから作っていきます。実は島のところどころに埴輪が置かれているんですけど、それもチョモランが作ったということにしたいので、なるべく硬そうな素材の埴輪を壁に飾っておきます。さらに一番上には埴輪を照らすためのネオン管を配置しておきます。次は仕切りカウンターの上に作業をするときに使えそうなものを置いていきます。工作台の上には作り途中っぽく見せるために化石のミロクンミンギアを置いて、手前には石を削る機械に見立ててロボットアームを置いておきます。さらに工場要素も取り入れたいので、メーター付きバルブとアウトドア発電機を手前のカウンターに置いておきます。ちなみにこの2つを置くと音が出るので、さらに工場っぽくなります。耳元で大きな声が喋らないといけないくらいのうるささが気に入っています。さらに右側のカウンターの上には材料を入れるためのカゴ、工場音の中にかすかに聞こえるケケレゲが流れたダブルラジカセを置いておきます。で、カウンターの後ろに立つと高さが合わないので、作業をしながら前にも後ろにもくるっと向ける事務椅子を置いておきます。壁には壁掛け電話、作業中は暑そうなので扇風機、天井には裸電球を配置しておきます。次は左側を作っていきます。あまりスペースが空いていないので、壁掛けかごが飾れない仕切り壁をカバーするように背の高い物置を置いて、その上にペンキ管を置きます。さらに壁には飛び出るエアコンとアイアンウォールランプ、左側にはほうきとちりとりを配置しておきます。
で、物置の前のスペースが空いているのが気になるんですけど、何か置くと通れなくなるので、マンホールを置いて物足りなさをなくします。これでお部屋の後ろ側は完成です。次は手前側を作っていきます。まず左側は何か置くと通れなくなるので、右の壁沿いに手洗い場を置いて、その手前に床を掃除する用のホースリールを置いておきます。で、右側に家具を置いたことで、より左の空間が目立つようになってしまったので、置いても邪魔にならない散らばった紙と、壁で立体感を出して密度を出します。次はまだ飾っていない壁を飾っていきます。まず右側は納期が書いてあるカレンダーに見立てた学習ポスターと、その上にスマート壁掛けスポットライト、入り口側には入り口の上に換気扇、左に歯車、右にスイッチを飾って、これでお部屋は完成です。工場とアトリエの間というテーマを壁床の組み合わせで表現することができ、壁掛け家具でお部屋の立体感を出したり、設定に合った家具選びや環境音最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。実写チャンネルの登録もよろしくお願いします。